皆様こんにちは。ナザレンコ・アンドレです。本日は11月15日です。で、先週はウクライナで非常に大きなニュースがありましたね。それはもう言うまでもなく、ヘルソンの奪還であります。実は、ウクライナ軍によるヘルソン奪還は、ロシアに非常に大きな打撃を与えました。なぜかというと、もう、ロシアによる戦争は8ヶ月以上続いてますよね。そしてロシアは、この8ヶ月の間に、8万人以上のロシア兵を失った結果になりました。そして、あんだけ戦って、あんだけ大きな犠牲を払って、この8ヶ月間の間で、彼らが実効支配できたのは、本当にそのヘルソン市だけなんですよ。大きな、地方の中枢都市の間ですね。で、結局はその都市を失ったことによって、ロシアの戦果は国内、国外ともに、そこの疑問視をされるようになったわけなんですよ。うん、で、しかも言うまでもなく、このヘルソンの奪還によって、ロシアによる4州の併合宣言がもう完全に茶番になったんですよ。なぜかというと、もう彼らはザポリージャ州を併合すると宣言しながら、ザポリージャ市を実効支配できてないんですよ。そしてヘルソン州を、併合すると言いながら、ヘルソン市自体をコントロールできないんですよ。本当にそれぞれの州のもう2、3割、多くても4割ぐらいの領土しかコントロールできてないんですよ。で、実はウクライナがヘルソンを奪還できたことによっては、54%の領土を解放することができました。ロシアが2月20日から取った領土の54%も奪還することができました。そしてただし、残念ながらロシアは今もウクライナ領土の全体の18%を支配できてるんですけれども、しかし、これからもですね、ハルキウ反撃戦やヘルソン反撃戦のような作戦を繰り返して、これからクリミアとドンバスを含めて、ウクライナ全土を少しずつ解放していくことが確実になったではないかと思います。で、この8ヶ月間のロシアによる戦争の結果を見てみると、キーウの戦い、完敗。ハルキウの戦い、完敗。ヘルソンの戦い、敗北。結局は大きな戦いを何一つも勝つことができませんでした。ロシアが。うん。だからそれによってはですね、もう本当にロシア国内でも、こんな指導者でいいのか、我々は本当に何のために戦っているのか、本当に戦果があるのかという疑問の声が上がって、ケネコ構想がより厳しくなってるし、でも何よりも世界中の親ロ派の間でも、ロシアが優勢っていう神話が崩壊しつつあるんですよ。だっていくらロシアが勝ってます、ウクライナがすぐに負けますと言ってても、結局地図を見たら、ロシアがコントロールできている地域はどんどん減っていくんですよ。それは今のウクライナ戦争の現実であります。で、でも何よりもすごいのは、ヘルソンが奪還されたばっかりなのに、奪還を祝う儀式にゼレンスキー大統領ご自身が、訪問したことであります。もう言うまでもなくヘルソンは最前線であります。しかもロシア軍が撤退するときに、一部の部隊をまだヘルソン州に残して川を渡ってアントノフ大橋を破壊したんですよ。要するに自分の自国兵の一部を見捨てたんですよ。だから今のヘルソン州では、その、民間人の服に着替えたロシア兵は数千人が未だに残っているという情報も出ています。しかも、そのヘルソンの最大広場から一番近いロシア軍までは十数キロしかありません。十数キロっていうのはミサイルだけではなくて普通の砲弾も届くような距離であります。射程距離ないんですよ。にもかかわらず、大統領ご自身がそこに訪れて、多くの一般市民の前、しかもカメラの前で、そういうような儀式を行いました。これはですね、もう、プーチンやそれ以外のロシア指導者が絶対に真似できない、ことであります。でですね、実はそのヘルソンが8ヶ月間にわたってずっとロシアに実効支配されてました。しかもロシアがそこで偽物の国民投票を行って、で、その彼らが発表した結果によると、8割以上の住民がロシアの併合を支持してた話だったんじゃないでしょうか。ところがですね、なぜか、この8ヶ月間にわたっては、ロシア大統領も、州首も、またはもう誰一人もの国会議員も、誰一人も普通にヘルソンを訪れることができませんでした。でも、ウクライナ大統領が奪還されたばっかりのヘルソンにすぐに来ることができました。でも、よく考えると、それは何の不思議なことはありません。
なぜかというと、ウクライナはもちろん民主主義国家なので、ゼレンスキー大統領ももちろん国民投票によって選ばれた大統領であります。で、その2019年の大統領選の結果を見てみてください。実はですね、ゼレンスキー大統領っていうのは、東の州でこそ支持をされていた大統領であります。例えば、ヘルソン州に限った話をすると、大会の投票の時に彼も1位でありました。そして決選投票の時に彼はヘルソン州では83%の支持を受けて当選したわけであります。本当に東でこそ愛されている大統領でありました。戦争が始まってからもう今ではもう本当に全国で8割以上の支持率を誇っている大統領ではあるんですけれども、でも戦争が始まる前からでもヘルソンやハルキウ、そういったような東の州でこそ支持されていたわけであります。で、ロシアの偽物の国民投票とウクライナの選挙には大きな違いがあります。ウクライナの選挙にはですね、監視団が非常に多いんですよ。国連もいるし、OSCE っていう全ヨーロッパの組織の監視団もいるし、そして世界中の記者たちが、います。ところがですね、今回のロシアの国民投票はどうなってたのでしょうか。まず国連も認めないし、国際組織が何一つもいませんでした。彼らはですね、海外から、イタリア人とか、チェコ人とか、フランス人とか、いろんな監視員を、読んだんだけれども、その人々の経歴をよく見ると、ロシアの国営テレビで働いたことがあるものとか、フランス、ロシア友好協会のものだとか、そういったようなも本当にロシアから金をもらってる人ばっかりなんですよ。だからこそ世界では、そのロシアによる偽物の国民投票を認めた国は何一つもありません。ウクライナの場合は全世界が認めています。そして、親ロシア派がよく嘘ついているのは、ゼレンスキーの政権はクーデータによって生まれたと言ってるんですけれども、そんなことが一切ないんですよ。だってゼレンスキー政権は2019年に誕生した政権であります。しかも政権交代によって生まれた政権なんですよ。2010年にはポロシェンコが大統領になりまして、2019年にゼレンスキーに負けて今の政権が存在しているわけであります。だからね、ウクライナは本当に様々な社会問題があります。汚職問題も非常にひどいんですよ。ひどかったんですよ。なんだけれども、一つだけ誇れることがあります。それは、ウクライナには本物の民主主義があって、政権交代が何でも起きたことであります。実は旧ソ連においても、そういった政権交代が当たり前な国はどちらかというと少ないんですよ。ベラルーシでは大統領は一回も変わったことがありません。ロシアの場合は、もう最初はエリツィンの時代があったんですけれども、2000年からずっとプーチンの政権が続いています。カザフスタンなども、数年前までにずっとナザルバエフの政権が続いていました。本当に非常に稀な例なんですよ。この政権交代が当たり前な国。でも、ウクライナはその中の一つでありました。それには様々な歴史的な理由があるんですけれども、実は歴史を遡ってみると、ウクライナという国は主権を持った時に一回も独裁国家になったことがありませんでした。例えば、17世紀のコサク国家というのがあったんですけれども、そのもう中世時代でも、その17世紀でも、最高指導者を投票によって選んでたんですよ。ところが、ロシアは本当に真逆なんです。ロシアは独立した時に一回も民主化をしたことがありませんでした。例えば、ロシア帝国が崩壊した後に、ロシアはソ連として生まれ変わったんだけれども、ソ連も独裁でありました。ソ連が崩壊した後で、ロシア連邦として生まれ変わったんだけれども、その時も独裁のままでありました。だから本当にそれは、もうあまりそういう言葉を使いたくないけれども、もう国民性の違いとしか言いようがないんですよ。だから、いくらですね、彼らは情報統制しても、いくら彼らは、反対派を弾圧しても、ウクライナ国民はロシアの支配を絶対に認めることがありません。もう考え方は根本的に違うからです。で、
実はゼレンスキー大統領がヘルソン州に来た時に、多くのロシアの愛国者は、もう発狂してたんですよ。ロシア軍は何をやってるんだ、ゼレンスキーはすぐそこにいるんだから、砲撃かミサイル攻撃をして、彼を殺したらいいんじゃないか、とか、そういうような、論調がすごくよく目にしてました。ロシアの愛国者のテレグラムチャンネルとか、ツイッターとか、ロシアの SNS、VK コムとか、多くのロシア人はそう言ってたんですよ。で、実は、ロシアがゼレンスキー大統領を、殺さなかった理由はもう一つがあります。それはね、実は、今でさえゼレンスキーの支持率が8割を超えています。そして、ウクライナ国民の8割以上は、領土を絶対に譲るべきではない。全土を取り戻すまでに戦うべきっていう立場になっています。ゼレンスキーはもともとそういう立場ではありませんでした。彼が当選した時に非常にリベラルで、非常にハト派で、もう本当に、対話によってこの問題を解決すべきと言ってました。で、もちろんその戦争によって彼の考え方もいろいろ変わったんですけれども、ゼレンスキーは本当に交渉できる人であります。もし万が一ゼレンスキーが亡くなってしまいましたら、ゼレンスキーの次に誰が一番人気がある人かというと、ザルジネイ最高司令官、ウクライナ軍の最高司令官であるバレリー・ザルジネイという方なんです。で、彼がですね、こういうふうに言ってました。ロシア軍はウクライナ全土から引かない限り、ウクライナ軍がどんな交渉でも、どんな妥協でも、どんな合意でも受け入れませんとはっきりを発言しました。で、ロシアは最近は非常に劣勢になって、どんどん、多くの地域を失っているし、そしてロシア国内の状況もどんどん悪化してしまっています。で、彼らは実は先週の間だけでも5回もウクライナに交渉を提案しました。だから今ですね、交渉したいのはむしろロシア側の方なんですよ。で、もしですね、彼らが、万が一、ゼレンスキー大統領を殺してしまったら、本当にウクライナ国民が怒って交渉が絶対に永遠に不可能になります。だから彼らはそういうようなウクライナ国民の怒りを恐れてゼレンスキー大統領には今手を出せない状態であります。だから彼らはもうゼレンスキーの支持率は下がってるんだとか、もうウクライナでは混乱が起きるんとかといろいろ言ってるんけど、本当は実際のウクライナの状況を分かってるんですよ。彼らも彼らが占領した地域では支持されてない。本当は大半のウクライナ国民は独立を求めてて、ロシアと別の国でやりたいということをやっと認識したんですよ。ウクライナを占領してみてね。だから、戦争が始まった当初と比べて、だいぶですね、だいぶ自分の勇気を下げてるんですよ。だって最近は、ひなちかとか、非武装化とか、そういうことを聞いたことありますか？ないんですよね。でも、戦争が始まったばっかりの時に、どちらかというともう毎日のようにそれを要求してたんですよ。こんだけ状況は変わりました。でもですね、もうウクライナ人がこんだけ多くの犠牲を払った以上は、簡単にはロシアの要求を受け入れません。我々はこれから、ヘルソンやカルキウのみならず、ドネツクもルハンスクも、そして言うまでもなくクリミア半島まで反撃線を広げて、最後のロシア兵がウクライナから出た後に、ロシアの次の政権と交渉して条約を結びます。その前は、例えばですね、万が一欧米やいろんな他の国々は、ゼレンスキーに圧力をかけて、もう脱去しなさいとか、降伏しなさいとかって言った場合でも、ウクライナ国民がそれを認めないんですよ。どんな政治家であろうが、どんなに人気政治家であろうが、それを言い出したら、もう一瞬でその政権が崩壊します。なぜかというと、今の戦いはウクライナ国民の総意であるから。で、ロシアもそれをしっかり認めて、自分の失敗を認めて、本当に中立の立場、公平な立場から、交渉に応じないと、彼らにはもう永遠に平和が訪れないと思います。ご清聴ありがとうございました。